どうも、日本語で喋りましょうの岡藤です。このポッドキャストでは自然な日本語でいろんなテーマについて話しています。このエピソードのスクリプトを見たい人はぜひパトレオンをチェックしてください。よろしくお願いします。はい、今日はスペシャルゲストに来てもらってます。この方です。どうぞ。木村です。はい、今日もね、ゲストの木村さんといろいろ話していきたいんですけど、今日のトピックは LINE。はいはい。日本ではね、おなじみのメッセージアプリの LINE なんだけど、やっぱり うん。LINE を使うとき、返信のスピードとか気にする人すごい多いと思うんだよね、日本人は。うん。うん。うん。だから今日は2人で LINE の返信の仕方についていろいろ話していこうと思います。はい。まず木村に質問なんだけど、うん。LINE の返信が早い人についうん。てどう思素晴らしいと思う。う？うん、あ、そう。木村も結構じゃあ早く返そうとしてる普段から。うん、いや、そんなことはないけど、うん。返信したい熱意を感じられるよね。返信したいというか、まあ、うんうん。その内容それぞれ違うと思うけど、うん。じゃあ今日遊べるっていう質問に対して、返信パッてうん。返すってことは、うん。やっぱそれだけその遊びたいっていう、気持ちがこもってるなと思う。早くうんうんう返すってことは。ん。うん。そうね。ちゃんと俺のメッセージを見てくれてるんだ、すぐにっていう感じだよね。うん。そうね。うんうん。けどさ、めちゃめちゃ早すぎるとなんかちょっと怖いなって思わない？もう本ちょっと、当に5まあ 秒ぐらいですぐ返事来たらさ。なんかもうずっと画面開いてたんじゃないかみたいなね。ああ、ああ。いや、結構そういう人いるなと思ってて、なんうん。だろう。日本人の中で、ちょっと忙しいのがかっこいいと思ってる人さ、いると思わない？ああ、うん、うん。うん。だから、あえて忙しいふりして、すぐ LINE 返せるのに、時間空ける人とかいるんじゃないかな。うん、いると思うよ。うんうん。だよね。うん、なんか結構ね、日本人で忙しいアピールする人とか、あとはうん。忙しすぎて全然寝てないんだよねってアピールする人とかいるけど、うん、俺は別にそれかっこいいと思わないけど、日本人の中では一定数いるんじゃないかなと思うね。まあ、だから何かをやってるんだっていう、アピールしたいってところだよね。うんうん。あとはなんか暇だと思われたくないっていう人もいると思う。ああ、うん、うん、うん。でもやっぱり基本的に、めちゃめちゃ早かったらあれかもしれないけど、早く返事するってのは、うん、いいことではあるよね。いいことだね。うん。うん、と、木村メッセージもらった時に、やっぱり早く返事しなきゃって思う？まあ、そのメッセージの重要度うん。によるけど、今うん。俺、Apple Watch 使ってるんだけど、うんうん。これ、アプリ開かずに、まあ、メッセージなんとなく読めるわけ。うん。だから、まあそこで、まず重要度を自分の中でうん。考える。これも仕事のうん。メールと同じだけど、うん。だから重要度に合わせて、返すタイミングを選んでる。なるほどね。メッセージが来てもすぐ開くんじゃなくて、なんかメッセージの最初のとこだけ見て判断してるわけね。そう。なるほどね。なるほどね。じゃあ、例えば、LINE の返信が遅いこと自体は失礼だと思う？ 1週間とか開けたら失礼だと思うよ。あの、あの、確かにね。1週間の別になんか数時間とかはしょううん。がないんじゃないって思う。うんうんうん。そうね。1週間も LINE 開かないことはないから確実にわざと見てないもんね、その場合は。そう、もうね、LINE 使ってないっていうふりをするのか、うん。まあ、その1週あ間経って後でも、ね、その人との関係を続けたいと思うのであれば、返うん。信返した方がいいと思うけど。まあね、さうん。すがにそうだよね。うん。じゃあさ、既読スルーはどう思う？失礼だと思その人との関係性によると思うわな。う？うん。結構既読スルーは木村はする？結構するね。あ、そう。それはどういう
つもりで既読スルーしてんの？いや、まあ返さなくていい内容だと思ったからなんだけど、うん。まあこれ LINE に関わらずだけど、なんでも、そのうん。インスタグラムのメッセージとかもそうだけど、常にやり取りしてる人とだったら別に、そこで返信返さなくても、またなんかどっかで連絡取るうん。タイミングがあるからいいかな、みたいうん。うん。なるほどね。なんか俺が結構するのはもう会話途切れていいかなと思ったら、もうスタンプ送るね。な。あ、スタンプでね。うん。けど時々ね、スタンプ送ってもずっと会話途切れない人もいるから、それちょっと困っちゃうけどね。困っちゃうね。だかうらそういう人にん。は、だから、もう寝ますって言えばいいんじゃない？あの直接ね。うん。だからもう仕事行くからとかさ、わかんないけどさ、わざわざ、その仕事行くから、またねとうん。かって言うってことは、なんかもう終わらせたいうん。ってことじゃん。そのなんか うん。遠回しに言ってるってことだよね。その回しに、そう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 。だかうん。うらそん。れ、必要ないと思う。もう日本人は既読スルーを気にしすぎだったとね。そうそうそう。気にしすぎだと。ああ、なるほど。あれじゃん、最近さ、相手から来たメッセージにリアクションできる機能あんの知ってる？うん。うん。で、あれやるとさ、相手に通知がいかないじゃん。あ、そうなの？そう、あれ通知いかないの。リアクションだけで出てきて、相手は、それはメッセージとしては送られないの、あれは。あれ、じうん。ゃあ何？じゃあそれで自分がもう終わらせたいなと思うときは、それうん。を打つ。そう。だから一応、リアクションはしたから既読スルーではないよっていう。でも、メッセージとしてはもうここで終わりみたいうんうん。な。うん。どうこの新しい機能いいと思う？それはいいね。でしょ？ソフトランディングって感じだよね。そうそう。そうね。うん。飛行機ですごいスムースにこスムう、ね、ーズね。着陸した時みたいな感じだよね。うんうんあと、既読で言うと、俺は、なんだろう、さっき木村が言ったけど、やっぱりさ、メッセージの内容によっては、すぐに返せない時とかあるじゃん。返せない。返せない時、うん。うんうん。例えば、なんか遊ぶ予定とか、何かスケジュールに関してのことで、今すぐには返せないメッセージの内容の時とかに、あうん。えて未読する。だからメッセージを開けないで、それがリマインダーになるから、そういう風にしてるんだけど、そういうのも、やっぱり木村もやってるでしょ？それは、うん。未読スルーにするか、今わかんないうん。から、分かったら連絡しますっていうかってことだよね。あれどっちだろうな。そうそうどっちそう。もやってるな、俺。どっちもやってる。あ、そう。うん。なんかね、分かったら連絡するわっていうのは、まあなんだろう、丁寧だとは思うんだけど、二度手間かなとも思うよね。一回そのね、そのなんか返す手間をわざわざしてるってところで、俺は、うん。あのまあ、行きたい気持ちを示す。うん、確かにそれは大事かもね。うん。うん。もちろんね、メッセージの相手とか内容によってさ、変わるけど、まあ仕事のね、お客さんと何かメッセージするってなったら、今メッセージを受け取りましたけど、後で確認して連絡しますって言った方がやっぱり、この人信頼できる丁寧だね。なってなるし、友うん。達でも、やっぱり今ちょっとわかんないからすぐ連絡するねって言った方が、遊びには行きたいんだって思うから、やっぱり大事な友達、大事なお客さん、大事な人に対してはやっぱり既読スルー、未読スルーはあんまりしすぎない方がいいかもしれないね。あとでもね、グループラインとかはちょっと難うん。しくない？その、難しい。グループラインはもっと難しいね。もっと複雑だよね。その、うん。自分が、まあ、みんながすごい盛り上がってる時に、なんかうん。忙しくて見えなくて、で、気づうん。いた時になんか30件ぐらいこう、メッセージが溜まっうん。てた時はもう返さない。既もう返読しさない。てする。うん、うん。と思う。うん。そうね。で、絶対さ、そういう時もさ、じゃあ30分、1時間、みんなが盛り上がった後にメッセージしたら、絶対みんな反応してくれないもんね。そう、もう冷めてる。そう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 。そうそうそう。その時の熱はもうないから。うん。だから、それこそ個人ラインだったら別に30分、1時間遅れたところでさ、
メッセージうん。送れたところで全然問題ないけど、グループラインだともっとスピード感が大事だね。スピーキングそうだね。うん。うんうんうん。いや、本当に難しいよね。本当答えってないよね。正解がないよね、これは。そうね。うん。だから本本当に。当に気にしなきゃいけないことが多すぎて、本当疲れるね。疲れる。うん。うんうんうん。いや、だから本当にそういう意味で気にしすぎない方がいいと思う。やっぱりね、二人で今日ちょっと話してみて、その返信の時間の正解がないっていう結論になったし、やっぱり早くね、返せば返すほど、なんだろう、熱意が伝わるとか気持ちが伝わる、その相手のことを気にかけてるのが伝わるんだけども、やっぱりそれをし始めちゃうと自分もどんどん忙しくなっちゃうから、自分のペースを守る、うん、だからスピードと自分のペースのバランスを見つけるっていうのがやっぱり大事かもしれないね。大事だね。すっごい大事。うん。そうね。はい、ということで今日は LINE について話してみました。皆さんは返信早い派ですか、遅い派ですか？ぜひコメント欄で教えてください。それから今日の話を聞いて少しでも面白いと思ったら、ポッドキャストのフォロー、YouTube の高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。それじゃあ最後まで日本語で喋りましょう。聞いてくれてありがとうございます。今日話した内容の振り仮名と英語訳、重要単語リスト付きのスクリプトを見たい人は、リンクに載っているパトレオンのサイトをぜひチェックしてみてください。そこで話してほしいテーマをリクエストできるので、どしどしメッセージを送ってください。それでは皆さん、さようなら。さよなら。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。